you wanna have fun? Fool around someone? 'Cause don't you wanna have fun? Don't you wanna have some fun? Yeah, these babies said that they don't got a future like it burns. So give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry. はい、皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。本日はフロントヤード DIY プロジェクト後半戦、いよいよね完成しますので、最後まで楽しんでいってください。前半戦ねまた見ていないよって方はぜひねそちらから見ていただくと、今ねクリスが何をしているかがねより分かりやすい状況になると思います。今ねリテーニングウォールといってガーデンのね壁になるコンクリートをね積み重ねていってくれていますね。でねさらにねコンクリートの中に砂利をね埋めて重りにしていきますね。この作業がね結構大変なんですけれども、クリス頑張ってくれています。コンクリートもねフェンスの方までね全部出来上がりました。はい、こんな感じでね砂利も全部詰め終わって、コンクリートのね上の部分もね少しずつ乗せていってる状態で、だいぶらしくなってきましたね。はい、リテーニングウォールもね無事ほとんど終わりましたので、次の作業にね移っていっています。今度はねいよいよガーデンの方にね移りますね。植物を植える方のガーデンを整えていきます。私でもねクリスがね機械を使ってこの土をね掘り下げていってくれますけれども、かなりね石があったり大変だったんですよ。これも石を砕きながらね土を掘ってきれいにしていってくれています。はい、ここまでねだいぶ掘れましたね。本当にありがたい。この日もね暑かったんですけれども、クリスがねこれはね2回に分けて行うということで、全体のね半分を今日は掘るということでね、もう少しね頑張ってくれるそうです。ちょっとね今休憩してもらってますけれども、トレーラーもねこんな感じでだいぶいっぱいになってきましたね。はい、もうねトレーラーがねいっぱいになってしまったので、今日の分はねまたクリスのうちに今からね運んで捨てに行きたいと思います。今日ね半分の予定だったんですけれども、もう3分の1でトレーラーがねいっぱいになってしまったので、今日のね収穫はこんな感じです。でもねだいぶ掘れましたね。クリス様々でございます。掘って運んだだけじゃ終わらないんですね。次のためにねトレーラーもまた空っぽにしなきゃいけないので、こうやってねクリスの家まで運んで空にして、でまたね私の家に帰る、この作業をね何回か繰り返しています。はい、あれからねクリスがねコツコツと掘り続けてくれまして、今日がね最終日になります。最初はね2回に分ける予定だったんですけれども、思った以上の土の量でね1回で運べる量がそんなに多くなくって、結局ねこれ4回に分けたんですね。なんでこれがね4回目の最後の土掘りになります。こうやってね土をトレーラーに乗せる作業もこれでね最後になるので、もう少しね頑張っていただきたいと思います。この土の塊すごいですよね。
はい、これがね、最終全部掘り終わった後の私のね、ガーデンになります。綺麗にね、全部土がね、なくなりましたね。はい、それではね、次の段階、いよいよね、土をね、入れていきます。いつものね、お店から今日も配達してもらいました。これね、お隣さんが何を言ってたかっていうと、同じ日に同じところから同じ土を配達するのをね頼んでたんですって。だからトラックが来た時に自分のかと思って出て待ってたらしいんですよね。だからなんでうちじゃないんだって言ってたんですね。さて、これね多分2トン半3トンぐらいの土を頼んだんじゃないかなと思います。これ全部埋めていかなきゃいけないので、2人でねもう手作業で少しずつこう広げていっているような状態です。ちょっとねこれおばさんも土の扱い方ちょっと慣れてきてると思いませんか？最初はねなんかこうどうきれいにしていったらいいのかもわからなかったんですけれども、少しずつねコツがつかめてきてる感じがね私も見て取れますね。これね早送りしてるのは8倍速でねお送りしているので簡単そうに見えますけれども、実はこれ延べ1時間ほど時間はねかかっております。はい、そうこうしていたらね、無事にねお隣さんのところにも同じ車で同じところから全く同じ土のね配達が届いていました。本日最後の仕事はですね、土でね汚れてしまったコンクリートをきれいに洗い流して、でさらにこのねインストールした大量のね土に水をあげてたっぷりね潤いを与えていきます。なるべくねいい状態で植物たちを入れていきたいと思っているのでね。それではね今日の完成形がこちらになります。はい、こちらはね、次の作業に移るためのコンクリートをね、買い込んできた状態です。大量のね、このコンクリートを購入してきました。実際にね、作業が始まったのはこの日です。コンクリートのね、この埋め込んでいくための特殊な砂をクリスがね、購入してきて、もう巻いてある状態ですね。ここからね、またクリス様の緻密な作業が始まっていくわけです。実はね、もうこの日はね、母がね、ホリデーで来る1週間前なんですね。実はこのフロントヤードプロジェクト、母がね、来る前に絶対完成させたいということで始めました。母がね、この家に来るのは2回目なんですけれども、1回目はね、もう完成してすぐだったので、全くフロントヤードなんてものはなかったですね。で、今回ね、2年経ってもう一度来てくれるっていうことで、どうしてもね、綺麗なね、フロントヤードを完成した状態でね、母をお迎えしたかったので、それに合わせてのプロジェクトなので、ラストスパートになっております。はい、クリスがね、またね、この砂を水平にするのに大変時間をかけております。でね、完全に水平になったら、こうやってね、綺麗にね、このコンクリートをね、並べていってくれていますね。しばらくクリスのね、作業をご覧ください。
はい、ここでね、おばさんの出番が回ってきましたね。今回あまり登場しなかったんですけれども、やっとね、植物を植えるという、まさに私の出番というものがね、回ってきました。クリスがね、横で、コンクリートのね、歩道をね、作ってくれてる間、私も実はね、横でずーっとこうやって、植物をね、植える作業を、行っていました。今ね、私がね、植えているのは、アガパンサスという植物で、日本語では紫君子蘭っていうらしいですね。オーストラリアではよく見る植物で、ほとんどの家の庭にこれがあるんじゃないかなっていうぐらいよく見ます。クリスの家にももうこれがね、めちゃくちゃあって、その中からね、少し苗を拝借してきて、植え替えていますね。この花のいいところは、一回ね、ちゃんと根が張ったら、もうあとはね、どんどんね、勝手に増えていってくれるんですよ。だからね、世話もしやすいし、花がね、咲くとね、めちゃくちゃ綺麗なので、こういう、フロントにね、置いておくとね、とってもいい植物なので、これをね、今順番に植えていってます。はい、こういう作業をね、まずね、サンダルでしてるっていうところがね、もうなってないですね、私ね。だけどね、なんとか10本の苗を、植えることができました。これね、綺麗になったなと思って撮影したんですけど、実はね、よーく見たら曲がっておりますので、ラインがね、まっすぐになっておりませんので、こういうのはクリス様は見逃しません。曲がってんでと言われまして、その後直した次第でございます。はいでね、もう運んでくる段階で苗の方がだいぶね、ドライになっていたので、しっかりね、水を与えて、苗がね、育つようにしていきたいと思います。これからね、しばらくもうここからはね、毎日水をね、たっぷりとあげておりました。はい、この日のね、作業もまだまだ続きます。これはね、クリスがね、今コンクリートをね、半分にカットしていってるんですけれども、この日は風が強くてすごく埃がね、舞っていってしまうので、今これ私ね、水のシャワーでね、撒き散らしているところですね。ご近所迷惑にならない対策です。そしてね、こうも綺麗に切れるもんですね。ぴったりはまっていきますね。やっぱこういうところはすごいなと思いますね。はい、次なる作業はですね、コンクリートのね、隙間をこの砂で埋めていきますね。補強していきます。これもね、特殊な砂みたいでクリスがね、買ってきたんですけれども、ここでね、私もね、役割を任命されまして、このほうきでね、砂をしっかり間に入れていくという作業を手伝っております。ここでもね、やっぱり途中でね、クリスがね、こうだよっていう感じでね、指導を交えながら私も頑張ってやっているところでございます。はい、最終段階にね、もう入ってきました。これをね、水できれいに洗っていきます。コンクリートのね、歩道を作るっていうのも私は全然思い描いていた手順と違いました。この砂と水でちゃんと固まるんだなっていうのが不思議だったんですけれども、ちゃんとね、できた後もね、もう本当に、もうこの水洗い流したすぐ後から全然歩けて、で、しっかりしてるんですよね。意外なね、手順でね、私はびっくりしたんですけれども、皆さんはどうですか？はい、綺麗にね、洗い終わりました。これでね、コンクリートの歩道一部が完成しました。うっす、本日最大の失敗。踏んでもた。ごめんなさい。